残念ながら君は左遷だ。左遷？会社の大手取引先の社長令嬢との見合いを進められた俺。しかし、その前日に窓際部署へと左遷された。俺の業績を疎ましく思っている部長の嫌がらせだ。こんな状態の俺が社長令嬢に釣り合うはずもない。お見合い当日、美人で気が合う社長令嬢に、俺は後ろ髪を引かれる思いで今の現状を告白した。俺のことはやめておいた方がいいと思います。俺、左遷になってしまって、言葉が続かない。もう終わりだ。そう思った瞬間。でも、私はあなたのことが。潤んだ目をした彼女は、俺の手を取ると、そっと近づいてきて、俺の名前は日々の亮。IT 企業の営業として働いている。システム開発にも携わっており、競争の激しい IT 業界でも知識と説得力を持って戦えている。新卒で入社した頃、あまりモチベーションがなかったこの会社で、俺は人一倍努力した。その結果、若くして係長の役職を与えてもらい、部下を育てる楽しみも増えた。そんな順風満帆な会社員生活を送っていた俺に、ある日暗雲が立ち込めた。中途採用で大手の同業他社から入ってきた五十嵐康介さんは、前の会社からの引き続きで部長職に就いた。そんなすごい人と一緒に働ける俺は嬉しくて、彼から他社のノウハウが聞けるのでは、と期待したのだ。はじめまして、営業部の日比野と申します。ぜひ、五十嵐さんにご指導いただきたいです。よろしくお願いします。日比野くんだね。こちらこそよろしく。この会社のことをいろいろ教えてくれると嬉しいよ。固い握手を交わすことができ、これからの仕事がきっと楽しくなる。と期待していたのだが、思いもよらない事態になった。日比野、君の業績だが。五十嵐さんがわざわざ俺の座席までやってくる。手には先月の業績表を持っている。営業部一課。俺の所属するチームの成績は、俺がトップだ。先月も、その前も、君がトップみたいだね。すごいよ。はい、ありがとうございます。早速五十嵐さんに褒められた。大手企業で働いていた人にも評価されて、努力して本当に良かったと思った。笑顔の俺に向かって、五十嵐さんは続ける。何かと営業先に気に入られているみたいだね。コツでも教えてもらいたいよ。そんな、大したことは。金でも渡しているのか？それとも、弱みを握っているのか？はい？金？弱み？何の話だ？言われた言葉の意味がわからず呆然としていると、五十嵐さんは顔を歪めた。無視かい。営業部のエースは随分といいご身分だな。いやすみません。おっしゃっている意味がよくわからなくて。皮肉もわからないなんて、よく営業ができるな。とにかく、五十嵐さんは業績表をビリビリと破いた。信じられない言動に、俺は現実かどうか疑った。そのゴミ、片付けておいてくれ。俺の足元に散った紙くずを指さし、五十嵐さんは自分の席に戻っていった。一連の出来事に言葉が出ない。ただ目をしばたたかせていると、同僚が俺の顔を心配そうに覗き込んできた。日々の大丈夫か？うん。実は、五十嵐さんが他の人に言っているのを聞いちゃったんだけどさ、お前が若いのに営業トップなのがおかしいとか、何かあるんじゃないかとか、自分の元いた会社には若手はもっと控えめにしてただとか、つまり、妬んでるみたいなんだよ。部長に嫉妬されるということは、俺の努力の結果に驚かれているということ。そうポジティブに捉えることにした。しかし、その一件で終わることなく、以来五十嵐さんは何かと俺に突っかかってくるようになった。俺の仕事がうまくいくと、日々の営業先は優しいんだな。俺が商談相手ならこんな若手は相手にしないとか、何か不正をしているんじゃないかとか、わざと俺に聞こえる声で言っている。加えて、俺が些細なミスをすると、調子に乗ると痛い目を見るんだな。俺も気をつけようと、嬉しそうにつぶやく。俺はただ仕事を頑張っているだけなのに。出る杭は打たれるとはこのことか。何か言われるたびに、俺の神経はすり減り、
苛立つが上司である上に副社長の親戚であるらしく、言い返すことも苦言を呈すこともできない。泣き寝入りの日々で溜まった鬱憤を、俺は何とか発散しなければいけなかった。その方法として、俺は繁華街の居酒屋で一人酒を煽った。もともとアルコールには強い体質であり、めったに酔わないが、その日は日頃のストレスを晴らすためにひたすら深酒をした。少し頭がぼんやりし始め、ああ酔っているなと自覚した頃、カウンターに座っていた俺の足元にスマートフォンが転がり落ちてきた。あ、すみません。隣の女性が声を上げた。彼女が落としたのだとわかり、拾って差し伸ばす。頭を下げた女性を見た瞬間、俺の時が止まったように感じた。ありがとうございます。あ、いえ。女性のあまりの美貌に息を飲む。まるで映画のヒロインかのような、輝く瞳に白い肌。俺が見惚れていることには気づかず、女性は俺の手からスマートフォンをすくい上げた。その瞬間、スマートフォンの画面に電話の着信が表示される。うわ。露骨に嫌そうな表情をする女性に我に返った。その表情の意味が手に取るように分かってしまい、思わず笑みがこぼれる。嫌な相手なんですか？酔っているからか、見知らぬ相手であるのに気軽に話しかけていた。女性も俺を不審がることなく返答してくれる。はい、合わない相手で。人間関係で胃を痛めている俺にとって、合わない相手からの電話を受けて、意図せず不快な顔をしてしまう気持ちはわかる。なるほど。わかりますよ、その気持ち。こうして飲んでいる時に連絡が来ると、特にうんざりしちゃいますよね。ですよね。せっかく忘れるために飲んでるのに、嫌なことを思い出させないでほしいです。まさに俺の言いたいことを口にしてくれた。かくいう俺も、数分前に五十嵐さんから業務メールが届いており、その中に嫌味が紛れ込んでいたからだ。見なければよかった。と、酒を追加注文したところなのだ。今の彼女と俺はよく似ていると一方的に感じた。人間関係に煩わしさを感じていることと、気を紛らわせるために酒に頼っていること。親近感が湧いた俺は、彼女の話に大きく相槌を打つ。彼女も苛立ちが溜まっていたのか、話を前のめりに聞く俺に対して、いろいろと思っていることを話してくれる。会話をしているうちに、悩んでいるのは俺だけではない。似た問題を抱えている人は他にも、こんなに近くにいる。そう思うと、心が少し楽になった。話し相手がいてくれてよかった、と思いながら、彼女の顔をよく見る。横顔でも美人だ。酒を飲む姿も絵になる。キャリアウーマンでこれほどの美人。しかも気さくな人だなんて。俺はなんて素敵な人と酒を飲んでいるのだろう。向こうは俺のことを意識しているわけでもないだろうが、日頃頑張っているご褒美かもしれないな。と、ぼんやりした頭で考えていた。翌朝、目が覚めると少しだけ頭が痛む。そういえば、昨晩ストレス発散のために飲んだんだった。確か、美人な女性と意気投合して、互いに愚痴を言い合って、それから、どうしたっけ？起き上がった俺があたりを見回すと、自分の家ではなかった。おそらくビジネスホテルだ。自宅にたどり着けずに、近場のホテルに泊まったのだろうか。しかも、一人用ではない部屋の大きさだ。人数もわからなくなるほどまでに飲んでしまったか。と、別のベッドを見た俺は固まった。そこに、女性が眠っていたのだ。目をこすり、もう一度見る。幻ではなく、確かに女性が一人ベッドで寝ていた。しかも、昨晩途中から一緒に飲んでいた人だ。俺は慌てて互いの姿を見る。共にしっかりとホテルのレンタルパジャマを着ているし、そもそも違うベッドで寝ている。それでも万が一、と思い、女性を起こした。起きてください。ゆるりと目を開けた女性は、寝ぼけ眼で俺を見た後、キョロキョロと部屋を見渡した。そして丁寧に、おはようございますと頭を下げてくる。全く焦った様子はない。覚えてらっしゃるんですか？ここに来た時のこと。ええ、あなた、ずいぶん酔っ払ってしまって、
タクシーにも乗せられない状態でしたので、お店近くのビジネスホテルに。私も結構酔ってましたので、特に何も考えずに同じ部屋を取ってしまったみたいですね。あははと苦笑いをする女性。何か過ちがあったらどうしようかと思ったが、そこまでの心配はしなくてよさそうだ。ご迷惑をおかけしてすみません。宿泊代は俺の方で払いますね。いえ、こちらに誘ったのは私ですし、昨晩お話たくさん聞いていただいたし。でも、女性に介抱させてしまって、情けなくて罪悪感も大きくて、結局俺が押し切って支払いを済ませた。一度家に帰るという女性を駅まで見送り、俺は会社に向かう。それにしても、とんでもない夜を過ごしたんだな。現実感がないが、あんな美人と一緒の部屋で寝ていたなんて夢みたいだ。なんてぼーっと気が抜けた状態で出社するや否や、社長に呼び出された。社長に呼び出されるほどのことをした心当たりがなく、もしかして俺が女性と夜連れ立って歩いている姿でも目撃されたのでは、と妙にそわそわしてしまう。しかし、実際の要件は想像と全く違った。見合いですか？ああ、誰かいい男性はいないかと聞かれてね。大手の取引先の社長が、うちの社長と仲がいいらしい。先方の一人娘を見合いさせたいのだが、社長には息子がおらず、他に選ぶなら自分の親類縁者からではなく、実力や経験のある人材から、ということで、俺を抜擢したそうだ。日比野くんは、周囲からの評判はいいし、営業成績はトップ。将来有望だと、経営陣の中では高評価なんだ。君が良ければだが。ありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。正直今は結婚について考えてはいないし、彼女もいない。それでも、見合い相手として選ばれたということは、いずれは会社を牽引する立場になる見込みがあると、遠回しに言われたのと同じ。俺は舞い上がってしまった。しかし、見合いの話はあっという間に社内に触れ回ってしまい、予想通りというか、案の定というか、五十嵐さんが突っかかってきた。食堂でわざわざ前の席に座り、嫌味を言ってくる。こんな頼りない社員を選ぶなんて、社長は何を考えているんだか。五十嵐さんはもう俺への敵意を隠そうともしない。俺も無視を決め込んでいたが、それでも五十嵐さんの口は止まらなかった。君は35歳だったか？俺にも同じ年の息子がいるんだが、何もかも違うな。顔も頭もよく金も持っている。頼りがいも申し分ない自慢の息子だ。俺の息子なら確実に見合いを成功させられるし、日々のなんかよりもあの会社のご令嬢にふさわしいだろう。君はこの会社に在籍していて、俺の息子がいないから抜擢されただけだ。勘違いするんじゃないぞ。君なんて他の会社に行ったら何の役にも立たないんだからな。息子自慢をし、俺の自尊心を傷つけるだけ傷つけて満足したのか、五十嵐さんは言いたい放題言うと去っていった。全く美味しく感じられない食事を済ませ、1週間後に控えている見合いに着ていく服を考えることにした。そして1週間後の金曜日。いよいよ見合い前日になり、仕事中も緊張が収まらない。そんな中、人事部長に呼び出された。日比野くん、君は五十嵐部長に嫌がらせをしているそうだね。はぁ？突拍子もないことを言われ、声が裏返る。そんな俺に人事部長は続けて言った。五十嵐部長の言葉を無視したり、そっけない態度を取るそうじゃないか。言いがかりです。あれは五十嵐さんが俺に嫌がらせを。言い訳をするんじゃない。子供じゃないんだぞ。それに、五十嵐部長の仕事を邪魔したとも聞いた。そんなことしてません。五十嵐部長から証拠は提出されているんだ。そう言いながら、印刷されたメールの画面を数枚見せられる。文面は、俺が五十嵐さんを新入りだからと言っていびったり、偉そうに指図している内容だった。もちろん、俺には心当たりがない。しかし、メールの差出人は俺になっている。こんなもの、いくらでも捏造できます。しかし、聞く耳を持たない人事部長は残念だよと大げさなため息を吐く。五十嵐部長のようなキャリアを積んだ方は、我が社にとって重要な人だ。君も将来有望とはいえ、雲泥の差ほどの価値がある。価値って、社員に価値に差があるなんて、
そんなことを言われることがあるとは思わなかった。それに、俺の話を全く聞こうともしない。待ってください。そもそも五十嵐さんが、五十嵐部長の邪魔をするなら君は左遷だ。左遷？確か、人事部長と五十嵐さんは仲が良かった。そういえば、昔同じ職場だったという噂があるな。もしかして、これも五十嵐さんの嫌がらせの一つなのか？いくら成績が良くても、社内の輪を乱すような人物が大きな顔をするのは良くない。みんなが快適に仕事をするためにも、君は営業部から外れてもらう。俺が何を言っても無駄な抵抗だった。元から決まっていたらしく、俺の座席は移動させられ、持っていた仕事はすべて五十嵐さんに取り上げられた。曰く、中途半端に仕事を残したお前の代わりになってやるんだから感謝してほしいとのことらしい。以前、お前があの会社を担当しているなんておかしいと言ってきたことがある。きっと、危機として仕事をこなすのだろう。ついでに、こんなお前が見合いなんて、うまくいくはずがないだろうな。破談は確定だとも言われた。このことを見越して、あの嫌がらせのメールは五十嵐さんがでっち上げたのだろう。俺は完全にはめられたのだ。すべての仕事を失い、移動した場所は事務部という名の雑用部署。外線電話の引き渡しや、社内の掃除などの業務しかさせてもらえない。明らかに、お前に与える仕事はないと遠回しに言われているのと同じ場所だ。その部署に移動させられた人は、誰もが半年以内に辞めてしまうと言われている。俺は自分の今後に不安を覚え、どうしていいかわからず眠れぬ夜を過ごした。これまで自分なりに努力して働いていたのに、評価されるのが面白くない人からこんな扱いを受けるなんて、あまりにも理不尽だ。しかし、人事部長が五十嵐さんの味方なら、俺にはどうすることもできない。まともな仕事がないのだから、これ以上努力して昇進することも不可能。同僚たちも、俺に関わると五十嵐さんに目をつけられると思ったのか、必要以上の接触を避けるようになっていた。俺はどうすれば。日比野くん。はい。大丈夫か？緊張しているのかね？まあ、大きな料亭の前で社長が俺の目を見る。そうだ、今から見合いなんだ。この様子だと、社長は俺が左遷されたことを知らないのだろう。大きな会社だから、人事の動向まで追い切れなくても仕方ない。こうなったら、社長に直談判すべきだろうか。いや、五十嵐さんのことだから、俺に責任をなすりつけ、社長に取り入ろうとするだろう。俺が左遷となったら、このお見合いは破談だろう。社長に今のうちに言っておかなくては。社長、実は。着いたよ。はい。言いあぐねているうちに、気がつけば個室に通されていた。すでに相手方は待っていた。こちらを見る女性は、あらかじめ見ていた写真よりも美しく、透明感があった。あでやかな着物に身を包み、おしとやかな笑みを向けられる。俺も会釈をし、向かいに座ると挨拶が始まった。日々の寮です。内田弥生です。聞いたことのある声に、顔を上げて弥生さんをよく見る。あれ？この人どこかで。もしかして、あの時の？まさか。弥生さんの質問に俺は確信した。偶然居酒屋で隣になり、ビジネスホテルで介抱してくれた女性だ。名前は聞いていなかったし、あのスーツ姿と今とでは印象が随分と違うためわからなかった。互いに目を見開き、声が出ずに固まってしまう。その様子を見た社長と、弥生さんの父親はなんだ知り合いだったのかと喜んだ。弥生はいつの頃からか仕事ばかりかまけて恋愛は二の次。男の影なんて全然なかったのに、ひょっとしたら男性が嫌いなんじゃないかと思ったほどだ。なんだ、気の合う人がいたなら早く言いなさい。まあ。しどろもどろになる弥生さんを見て、ニヤニヤする弥生さんの父。我々がここに残るのは野暮ですね。どうです。近場に行きつけの店があるので紹介しますよ。ぜひお願いします。社長たちはあっという間に、あとは当人同士でと出て行ってしまった。その瞬間、俺は我慢できずに身を乗り出した。まさか、あなただったなんて。俺こそ驚きました。まさか、内田社長のご令嬢だったなんて。そうですよね。
イメージと違いますよね。え？令状が私だったなんて、がっかりしました。苦笑いする弥生さんに、俺は即座に否定する。いえ、全然。むしろあなたでよかったです。俺、かしこまった席がどうも苦手で、どうやって話を盛り上げようか考えていたんです。弥生さんは少し驚いた顔をしたが、ニコッと笑うと、正座の姿勢から足を崩し、首元を緩める。よかった。お互い酔うまで飲んだ仲ですし、今日は気負わずにまた飲みませんか？そうですね。父のおごりなんで好きなだけ飲んじゃってください。先に注文されていたコース料理の合間に、次々と酒を注文する。もちろん今回はセーブしているが、弥生さんはお父様の会社で働いてらっしゃるんですか？そうなんですよ。なんか私を次期社長にしたいとかなんとか言ってるんですけど、その考え方古臭くて嫌なんですよね。ただ娘って言うだけじゃなくて、きちんと能力を見てほしいっていうか。それはなんとも規模の大きな話なんですね。でも、弥生さんが優秀じゃなかったら、そもそもそんなこと考えませんよ。だといいんですけど、そういうりょうさんもシステム桜株式会社に勤めているなんてすごいですよね。そんな大きな会社の営業なんて。いや、実は、本来はこの場で話すべきではないのだろう。だけど、見合いの場で仕事についてごまかすのは良くないと思って、左遷されたことを話した。ちょっと、社内で色々ありまして、営業部から実質窓際部署に異動になりまして。いろいろ？社外の人に五十嵐さんのことを言うのもはばかられた。これは俺の問題なのだし、社内の人間からの嫌がらせの話なんてできない。ただ言えるのは、俺のそばにいるとろくなことにならない。取引先の令状ならなおさらだ。だから、俺のことはやめておいた方がいいと思います。どうしてそんなこと言うの？せっかく私たち気が合うのに。あまり身分のことは言いたくないですけど、さすがに社長令嬢の婚約者が窓際部署に属してるなんて世間に広まったらと思うと、俺、弥生さんに迷惑かけたくないんです。迷惑なんかじゃ。俺が耐えられないんです。普通の結婚話じゃないんです。周りが認めません。後でうちの社長にも事情を説明するつもりです。そうすれば間違いなく今回の話はなかったことになるでしょう。そういうわけなので、俺のことは見合い相手ではなく飲み友達として接してください。でも、お願いします。弥生さんを案じているからこそだって分かってください。私、それでもりょうさんのこと。弥生さんは表情を曇らせた。しかし、それ以上は我慢してくれたようで、あの夜のように酒を酌み交わした。世間体だなんだのと言い訳を連ねたが、結局は全部俺のせい。彼女には悪いことをしてしまった。今後会わせる顔なんてないし、もう会うことはないだろう。それから数ヶ月経ち、俺は弥生さんと連絡を取ることはなかった。そして事務部から異動もなく、仕事もまともに与えられないまま、目標もやりがいもない日々を過ごしていた。噂では、営業部に五十嵐さんの息子が中途採用で入社したと聞いた。当然のように五十嵐さんから仕事を受け取り、可愛がられているそうだ。話を聞いて数日後、オフィス掃除のために営業部の近くに行くと、五十嵐さんの息子の姿が見えた。彼、五十嵐誠さんは父親が言うだけあって、確かに爽やかな顔つきをしており、女性社員に人気があるようだ。女性社員がもてはやす彼の仕事に、もともと俺が担当していたものがあった。俺が気づいたものを当然のように手にしている。いや、彼は何も知らずに渡されただけかもしれない。一方的な嫉妬は良くない。それこそ五十嵐さんのように。これ以上彼を見ていたら心がすさんでしまうと思い、この場から離れようとした瞬間、五十嵐誠と目が合った。君が日々野か。嫌な予感がしたが、こちらに向かって来る速度が速く逃げ損なう。君にはいつか礼を言わなければと思ってたんだ。礼？ああ、いろいろもらってしまったからね。仕事とか、内田社長のご令状とか。なんだって？どうして彼が弥生さんを知っているのか。俺が驚いていることに、五十嵐は満足そうにしている。お前が縁談を断ったんだろ。うちの社長が大層困っていたらしくてな。
そこで俺に話が回ってきたんだ。確かに社長には申し訳ないことをした。せっかく俺を選んでくれたのに、失礼な態度をとってしまったのだ。後で報告に行った時の残念そうな顔は、未だに忘れられない。内田社長と親類縁者になれば、俺の家もこの会社も安泰だ。君と違って、俺はたくさんの人を幸せにできる。親類縁者って、見合いをセッティングしてもらって、すぐに結婚前提の交際を始めたからね。五十嵐と弥生さんが交際？そうか。それが五十嵐さんの目的だったのだから当然の流れか。弥生さんは婚約を受けたということなんだな。そうか。それ以外の言葉が出ないほど強いショックを受けたが、俺にそんな資格はない。破談にしたのは俺の方なんだから。その夜、俺は初めて弥生さんと出会った居酒屋に向かった。酒の力でこのもやもやとした気持ちを軽減させたい気持ちもあった。それに、もしも彼女にまた会えたら、なんて未練がましい理由も持っていたが、そう都合よく行くはずもなく、日付が変わる頃まで店にいたが、もちろん弥生さんには会えなかった。今日はしっかりとした足取りで家に向かう。一人暮らしをしているマンションの前で、女性がうずくまっていた。あれはまさか、弥生さん。酔って幻覚でも見ているのだろうか。近づいてみても幻覚は消えない。弥生さん？試しに声をかけてみると反応があった。俺を見上げ、明らかに酒の影響で真っ赤になった顔をしている。あー、りょうさんだ。弥生さんじゃないですか。どうして住所を？お見合いの釣り書きに書いていたじゃないですか。そういえばそうか。とにかく、こんな状態で放っておくわけにいかない。とりあえずタクシー呼びますね。嫌です。せっかく来たんですから、一緒に飲みましょうよ。お家に入れてください。ほろ酔い気分もすっかり冷めてしまう。彼氏がいるというのに何を言っているのだ。いい加減にしてください。結婚前の女性が男の家に上がるなんて。りょうさんは真面目ですね。でもりょうさんだったらいいな。何を言ってるんですか。酔っているにしても、今の言葉は言い過ぎだ。場所が場所なら間違いがあってもおかしくない。明らかに動揺している俺を見て、弥生さんはカラカラと笑った。りょうさんって面白い反応しますね。からかわないでください。ごめんなさい。でも、一杯だけでいいから、お願い。ふざけているわけでも、酔っているようにも見えない真剣な眼差し。まるで俺に断られたら、この世の終わりかのような、そんな気迫さえ感じた。わかりました。結局、互いにチューハイを一缶ずつという条件で飲み直すことになった。それにしても、本当に良かったのだろうか。だって彼女には、五十嵐という相手がいるのに。そのことがどうしても気になって、つい尋ねてしまう。うちの会社に五十嵐っていうのがいるんですけど、交際されているとか。ああ。先ほどまで上機嫌だった弥生さんの目が座る。缶がベコッという音を立てて少し凹んだ。父がどうしても見合いしろって言うから受けたけど、あの人、私が社長の娘だからって理由で、態度が挙動不審だし、お金しか見えてないし、本当に不愉快。そうなんですか。父の顔も立てなくちゃいけないので付き合ってますけど、他の人と何にも変わらない。私を社長の娘として見てるだけ。私がお酒好きってことも、仕事の愚痴があることも、なんにも知らない。私から言いたいとも思いません。隣に座っていた弥生さんが、俺の肩に頭を乗せた。飛び上がりそうなほど驚いたが、彼女が泣いていることに気づく。ああ、お金に釣られて寄ってくる人はいっぱいいるのに、私が欲しい人は手に入らないんだもんな。それって、結婚するなら、りょうさんがよかった。弥生さん。でも、俺なんて何もいいところは。りょうさんにいいところがない？自分を過小評価しすぎよ。初めて会った時、私の話を嫌がりもせず聞いてくれたじゃない。見ず知らずの相手よ。それに一緒に泊まっても、りょうさんは何にも不純なことをしてこなかった。これって、ものすごくポイントが高いんだから。そうなんですか？当然のことじゃ。そういう誠実なところよ。私、男性がいつも、
私の容姿や立場しか見てこないことにうんざりしていたの。そのうち、男性そのものに嫌悪感すら抱くようになったわ。だから、これまでまともに誰かと付き合うことなんてしなかった。りょうさんのように、紳士的な対応が当たり前だと思える心が素敵だと私は思ってる。そんなところに惹かれたの。俺が不甲斐ないせいで、弥生さんに辛い思いをさせてしまった。申し訳ないのと、そんな彼女を愛おしく思う気持ちが混ざり合った結果、俺は弥生さんの肩に腕を回して肩を抱いた。俺も自分の立場や容姿を鼻にかけず、自分を貫いている弥生さんが素敵だと思っています。りょうさん。社長の娘だとか、自分の背景にあるものは選べません。でも、未来をどうするかは自分自身で選んでいいと思いますよ。ありがとうございます。それから俺たちはゆっくりと会話をし、寄り添い合った。気がつくと朝で、二人で寄りかかりながら寝落ちてしまったようだった。俺はすやすやと眠っている弥生さんを見て、あることを決めた。数日後、辞表を提出した俺に、五十嵐親子が話しかけてきた。二人のいやらしい顔はそっくりだ。ようやくやめるんだな。お荷物がいなくなってせいせいしたよ。よく今まで耐えられたね。俺なら無理だよ。いつも通りの彼らだが、俺はこれまでのように不快感をさほど感じなかった。そんな俺たちのもとに社長が直々にやってくる。日比野くん、今までお疲れ様。君がいなくなるのは寂しいけれど、向こうでも頑張ってくれよ。社長、お世話になりました。向こう？状況をよくわかっていない五十嵐親子に、社長は説明した。ああ、日比野くんは、君たちもよく知っている、内田社長の下で世話になることになったんだよ。はどういうことですか？社長の言う通り、俺は弥生さんのいる会社に転職することにしたのだ。というのも、弥生さんが家に来た翌日、俺は彼女への思いが諦められずに、内田社長のもとへ、直談判しに行ったのだ。立場上弥生さんとの見合いを断ったが、どうしても彼女と一緒になりたい。どうか許してほしいと。一度俺から断った身なのに、内田社長はあっさり受け入れてくれた。これまで異性に対して心を閉ざしていた弥生さんが決めた相手なら不満はないと。そして、俺の営業力を知っていた内田社長は将来性にも不満はなく、むしろこれを機にうちに来てくれないかと誘ってくれたのだ。俺にとっては渡りに船である。承諾すると、実は、と、あることを打ち明けられた。内田社長の会社は、現在五十嵐が担当しているらしいのだが、営業部から彼は強引すぎる、自社の利益しか考えていないと不満が漏れていたそうだ。そんな相手を娘の見合い相手にしてしまったことの負い目も感じていたらしい。そもそも、五十嵐が見合い相手として現れた時もおかしいとは思っており、本人が、日比野は父が左遷させました。となぜか誇らしげに語っていたそうだ。このまま公私ともに不利益をもたらすのであれば、どちらの関係も切ろうと考えていたところだったらしい。さすがに、うちの社長にもその話は届いていた。遅れながら事態を把握した社長は、気づけなくてすまなかったと謝罪をし、俺の転職を快諾してくれたのだ。そういうわけで、君たちの行いは確認させてもらった。当事者以外にも、証言してくれる人はたくさんいたよ。待ってください。私はただ会社のためを思って。それが本当なら、優秀な人材を見抜けない君は部長にふさわしくないということだね。五十嵐さんの言い訳を一刀両断した社長は、次に五十嵐に向かって言う。うちの経営理念に反する営業をした上に、危うく大口契約が破棄されるところだった。君たち親子には、部署を移動してもらおうと思っている。移動って？事務部だ。そこで社会について一から学びなさい。こうして、五十嵐親子は二人仲良く左遷となった。そして、五十嵐さんに動かされていた人事部長も、私利私欲で勝手な人事異動を行っていることが明るみになった。もともと、他の部長や役員の顔色を伺い、彼らに気に入られるような人事をしていたことも、芋づる式にバレてしまった。そうして、同じく左遷された。その後も、彼らは事務部で大きな顔をしているらしいが、相手にする人間は誰もいない。と、元同僚から聞いた。
俺の元職場は今の俺の担当先でもある。互いにより良い関係を構築し直すには時間がかかったが、俺を認めてくれた人たちのためだと思うと頑張れた。それに、今の俺には家に帰ると出迎えてくれる人がいる。同僚であり、先輩であり、婚約者でもある弥生さん。仕事ばかりに必死になっていた俺と、自分のステータスがコンプレックスになっていた弥生さん。今では互いを尊敬し合い、一人の人間として認め合ういい関係になったことで、悩みの種が薄れていっている。そして、週末には二人で酒を飲み、腹を割って話すのだ。たまに程よく酔った弥生さんが、どこか泊まる？ほら、あの時の続きとかどう？と言っては、俺をどぎまぎさせている。俺は結婚してからと育児のない返事をするが、やはり彼女はそういうところも好いてくれているらしい。そんな相手と巡り会えた縁に感謝し、これからも大切な人のために自分を高めていきたい。そう思っている。こんなところで何やってるの？清掃員の俺のことを蔑むような彼女の冷たい視線に、俺は冷水をかぶったように体が固まってしまい、身動き一つ取れなかった。彼女は俺の初恋の女性だった。俺が何か言おうとすると、知り合い？まさか、清掃員の知り合いなんていないでしょ？彼女の取り巻きから好奇の目にさらされる。自分の気持ちをごまかすため、愛想笑いをしようにも顔がこわばってしまって引きつったまま動かせない。しかし、その再会が俺の人生の転機となる。彼女は俺の手を取り、顔をあからめて、お礼がしたいんだけど、今夜空いてる？と誘ってきて。俺の名前は百瀬夏樹。大手企業ビルの清掃員として働く26歳。今日もピカピカのオフィスを塵一つない状態目指して仕事に励んでいる。そんな俺にさっきまでそこら辺でご機嫌に立ち話をしていたベテラン清掃員の峰子さんが声をかけてきた。ちょっと、ママくん。いつまでかかってやってんだい？私らの今日のノルマはこのフロア全体なんだよ。そんな細かくやってたら日が暮れちまうよ。はい、すみません。ここの手すりの曇りがどうしても気になっちゃって。性格上、どうしても細かいところまで気になってしまい、しょっちゅう注意されてしまう。そんな俺に、峰子さんはやれやれといった顔で笑いかける。まったく、あんたは若いってのに真面目すぎなんだよ。ちゃんと時間配分考えてやんなきゃ。また昼休憩取りそびれちまうよ。困った子だよ、ほんと。ほれ、そっちの雑巾貸してみな。ありがとうございます。なんだかんだ言いながらも、俺を見捨てず、手伝ってくれる峰子さんは、まるで俺を息子かのように可愛がって、いつも面倒を見てくれている。俺も、峰子さんを第二の母のように慕っており、俺たちはなかなかいいコンビだと思う。今日も、峰子さんと二人でフロアの掃除をしていると、廊下の向こうから、この企業に勤めているであろう、男女数人の華やかなグループが近づいてくるのが見えた。その中心にいるひときわ目を引く人物を見て、俺は一瞬動けなくなった。高校の同級生の鈴宮愛理だったのだ。彼女の方も驚いた顔で俺を見た。なんで、あんたがこんなところに。そんな俺と鈴宮の不自然な様子に、彼女の同僚たちが嘲笑混じりの言葉を口にする。鈴宮さんの知り合い？まさか、清掃員の知り合いなんていないでしょ？さすがにないだろう。俺らと住む世界違いすぎだから。鈴宮は中卒の知り合いなんていないわ。そう小さく言い捨てると、俺の横を通り過ぎていった。その一団が通り過ぎた後も、俺は動くことができず、その場に立ち尽くしていた。いつも以上にぼんやりしている俺に向かって、清掃員仲間の間で、情報屋との異名を持つ峰子さんが教えてくれた。感じ悪い女ね。なんでも、あのべっぴんさん、どっかから引き抜いてきた超エリート有望株なんだって。めちゃくちゃ頭がいいみたいよ。
顔をわざとしかめて茶化しながら話す、峰子さんの声を聞きながら、俺は自分の高校時代を思い返していた。鈴宮と俺は高校2年の時に同じクラスだった。彼女はいわゆるいいとこのお嬢様で、クラスの中心的な存在、常に成績上位でテニス部のエース、合唱コンクールの時はピアノ伴奏も難なくこなすという才女。それに加えてあの美貌だ。高校生ながらこれほど完璧な人間がいるのかと当時の俺は驚いたものだ。恋に恋するお年頃の俺はそんなパーフェクト美人な鈴宮のことが好きだった。きっとあれが俺の初恋だったんだろう。ある日の放課後の教室で何を言ったかは覚えていないけれど、鈴宮に思い切って話しかけてみたことがあった。彼女は一瞬顔を引きつらせ、ひどく冷たい目で俺を睨みつけ、何も言ってはくれなかった。何が彼女を怒らせてしまったのかわからない。そして思い出フィルターで美化されていたけれど、俺はあることを思い出した。鈴宮がめちゃくちゃ高飛車な子だったってことを。そりゃ、こんなしがない清掃員と知り合いだなんて、思われたくないだろうな。プライドが高かったもんな。まさかこの後、俺の止まっていた運命の歯車が、あることがきっかけで動き出すことになるなんて、この時の俺は思いもしなかったんだ。その日、俺は夜間清掃のシフトに入っていたため、会社の営業後から作業を開始した。夜間清掃は、普段人がいて掃除できない場所を掃除するので、完全に無人の方が作業が早く済む。人の多い日中とは打って変わって、ガランと静まり返ったオフィスで、せっせと作業を進めていく。順調に作業を進め、次の部屋へと移動していると、ふと、すりガラスのドア越しに明かりの漏れる部屋があることに気づいた。今は繁忙期でもなく、ほとんどの社員は定時で上がっていると、守衛さんに聞いていたので、残業をしている人がいるとは思いもしなかった。社員の仕事の邪魔をしてはいけないと思い、その部屋を一番最後に掃除することにして、他の部屋の掃除から取り掛かることにした。誰かが残業中の部屋以外の掃除を終わらせ、未だ明かりの漏れるドアを開けた。そこには誰もいなくてちょっと拍子抜けした。周りを見ても誰もいない。トイレか休憩にでも行っているのかもしれないと思い、部屋の主が留守の間にさっさと掃除を終わらせてしまおうと、作業に取り掛かろうとしたところ、オフィスの奥のキャビネットのところで、黒い影が動き、何やらブツブツ言っているのが聞こえる。なんかいる。お化けとかじゃないよな。怖いんだが。なんなのよ。なんで日付順じゃないの？何よこれ。どういう意味？わけわかんない。近くに行って見てみると、黒い影の正体はキャビネットの前にしゃがみ込んだ鈴宮だった。俺は突然の初恋相手の登場にドキドキしたけれど、困っているのを無視することもできないので、思い切って声をかけてみた。何かお困りですか？キャー！肩をビクッとさせ、大声を上げて驚いた鈴宮は、後ろに尻餅をついてしまった。すみません。びっくりさせるつもりじゃなくって。俺は必死に謝りながら手を貸そうとしたが、俺の差し出した手を避けるようにして、彼女が自分で立ち上がったので、俺の手は行き場を失ってしまった。何よ。俺は驚かせてしまったことのお詫びに、探し物を手伝うと申し出た。ほらあった。これで全部揃いましたか？結構高いとこに置いてありましたね。はい、どうぞ。鈴宮に彼女の探していたファイルを見つけて手渡す。俺から数冊のファイルを渡された彼女が、何やら苦々しい顔をして俺に言う。ねえ、なんであんた敬語で話すわけ？私と同級生でしょ？タメ口でいいわよ。なんか話しづらいわ。俺は彼女が俺のことを覚えていてくれたことが嬉しくて、思わず、覚えててくれたの？とはしゃいだ声を出してしまう。すると彼女は、ぷいっとそっぽを向いて、当たり前じゃない、とつぶやいた後、
私、あんたのこと嫌いだから、なんて言うもんだから、俺は、と、蚊の鳴くような声で言ってしまった。すっげえショックだ。それから、連日のように一人きりで残業をしている鈴宮のところで、夜間清掃終了後に仕事を手伝うのが日課になった。なぜこんなことになっているかというと、あんたのことは嫌いだけど、手伝いたいって言うなら手伝わせてあげるわよ。という、恐ろしく素直じゃない言い方で、鈴宮の方から手伝いを頼んできたのがきっかけだ。最初は資料を取りに行ったり、コピーを取ったりと、簡単な雑用を任されていたが、実は俺は IQ が180あるので、どんな仕事も簡単に教えてもらえば、すぐに人並み以上にできるようになった。それを知った彼女が、信じられないとでも言うように、俺のことをまじまじと見てきたので、どうかしたと不思議に思って尋ねてみると、なんでもないわよ。と明らかに動揺しながらも、いつも通りプンプンしながら顔を背ける。一体なんだ？ぷいってしないでくれ。悲しいから。連日の残業も5日目となり、とうとうその日の夜、仕事が終わった。鈴宮もほっとしたようで、ぐーっと大きく伸びをして、やっと終わった。と、晴れやかな笑顔を見せる。俺も彼女の頑張りにお疲れと声をかけたが、これで二人きりで過ごす時間が終わってしまうのが、正直、ちょっと残念だった。さあ、飲みに行くわよ。鈴宮が選んだ店は、意外にも大衆的な焼き鳥屋だった。店内は、すでに出来上がった酔っ払いたちの声が、ガヤガヤと優先 BGM をかき消すほどに賑わっており、俺と彼女はカウンター席に並んで座る。おしぼりで手を拭きながら、生でいい？と聞かれ、俺も喉が渇いていたので、二つ返事で同意した。鈴宮がカウンターの中で調理している店員に向かって、生3つください。と注文する。3つって言わなかったっけ？他にも誰か来るのか？せっかく二人きりなのに、誰か来たら嫌だな、と考えていた俺が変な顔をしていたのに気づいた彼女が、串焼きメニューをめくりながら、おかしそうに笑っていった。私、一気に飲みたいから、最初は一人で2杯頼むのよ。びっくりしたでしょ？俺は他に誰も来ないことが分かって、心の中で小躍りした。3杯の生ビールが来たところで、乾杯して、今日までの労をねぎらった。鈴宮は1杯目をぐいぐい飲んで、あっという間に飲み切り、2杯目を飲みながら、今日は私のおごりなんだから遠慮しないでどんどん飲んで、という。ふと見ると、彼女の2杯目のジョッキもすでに半分も残っていなかった。美人のくせに男顔負けなあっぱれな飲みっぷりだ。そのギャップがまたいいと思ってしまう。世間で言うギャップ萌えとは、これを言うのか。それぞれビールを数杯飲み、次は日本酒でもとドリンクメニューを見ている俺の横で、おかわり自由の枝豆を一粒口に放り込みながら、鈴宮が話し始めた。私ね、あんたのこと嫌いだけど、社長の息子はもっと嫌い。酔っ払いの愚痴が始まったな、と思い、それで、なんて言いながら耳を貸す。俺の方など、ちらっとも見ず、独り言のように彼女は喋り続ける。無理難題ばっかり押し付けて、あれやれ、これやれ。これはなんだ？どうやってやった？説明しろ。私は、あなたの専属秘書じゃねえんですよ。自分の仕事があるんです。てめえのことは、てめえでやれってんですよ。お前は赤ちゃんか？赤ちゃんだから、すぐ抱きついてくるんか？抱きつく？俺がびっくりして声に出してしまうと、鈴宮は、あんたいたのねと、俺に体を向けて話を続ける。アメリカ帰りか何か知らないけどさ、やたら距離感近いのよ。初対面でハグする？しないわよね。ところ構わずベタベタしてくるし、変に海外かぶれでマジ無理。ここは日本だっつーの。ほっぺにチューが挨拶とかありえない。される前に押しのけた私、グッジョブだわ。いろいろと思い出して怒りがこみ上げてきたのか。彼女は持っていた箸を目の前の唐揚げにぐさりと突き刺した。相当鬱憤が溜まっているらしく、
唐揚げをむしゃむしゃ食べながら、ほんと腹立つわ、などという。俺の方は、以前峰子さんに聞いていた社長の息子のイメージと、随分違っていることが気になった。俺は日本酒、鈴宮が焼酎お湯割りを飲んでいると、彼女が気になっていましたと言わんばかりに聞いてきた。で、あんたはなんで清掃員なんかやってんの？すごく頭良かったじゃない。成績トップだったし、なんでよ、もったいない。何か大きな理由があると思っていそうな彼女には、期待外れであろう。ありのままの訳を話す。なんでって言われても、鈴宮も知っての通り、俺、学費が払えなくなって、高校中退してるから、最終学歴が中卒なんだよな。今時中卒で雇ってもらえるとこって、バイトか現場作業ぐらいしかなくて、たまたま今のビルクリーンの会社が学歴不問で採用してくれたから働いてるって感じ。この業界、体力がある若い男ってだけで重宝されるんだよ。彼女は俺の何の面白みもない答えに悔しげに顔をくしゃっと歪めて、はぁ、ムカつくと大きな声で言った。残業続きの疲れもあって、鈴宮はカウンターに突っ伏して、このまま寝てしまいそうな状態だった。そろそろ閉店なので、と申し訳なさそうに大学生くらいのアルバイト店員が声をかけてきた。会計は彼女が酔いつぶれる前に払っておいてくれたが、問題は彼女だ。肩をゆすって起こしてみるも、一旦頭を持ち上げて、ふにゃふにゃ笑って机に突っ伏す。さて、どうやって帰ろうか。結局、先ほどのバイト君の早く帰ってくれという無言の圧に負け、彼女をおぶるようにして店を後にした。外に出てひんやりとした風に当たると、背中におぶった鈴宮がもぞもぞとみじろぎする。おや、起きたかなと思い、暖かい背中に向かって声をかけてみるも反応なし。なんだ、寝てるのかと。とりあえずタクシーが拾えそうな大通りを目指して歩く俺に、鈴宮がいつもよりうんと甘えた口調で何やら話しかけてきた。私はね、あんたのこと嫌いなんて言ってるけどね、本当は嫌いなんかじゃないよ。本当はね、百瀬が好きなんだ。でもね、恥ずかしくって言えないよ。言わないもん。だから、あんたも百瀬には内緒にしてよ。それを聞いて、思わず鈴宮の膝裏を支えていた手に力を込める。それと同じくして、彼女を背中におぶっているという事実を再認識して、心臓がドキドキして口から出そうだ。好きって言ったよな。どれほどの時間そうしていたのだろうか。ぼんやり立ち尽くし、微動だにしない俺の背中で、ごそごそ動く鈴宮が肩を拳で叩き、ちょっと下ろしてよと酔いが覚めたいつもの声で訴えてきたので、慌てて地面に下ろしてやる。酔いが覚めておんぶされていることに気づき、恥ずかしくなったのか、信じらんない。スカートじゃなくてほんとよかった。と、口では文句を言ってはいるが、耳まで真っ赤にして恥じらっていた。いつものツンケンした彼女からは想像できない可愛さに、俺はいつまでもドキドキが収まらなかった。歩いて大通りまで行ったが、なかなかタクシーが捕まらず、途方に暮れていたら、鈴宮がとんでもないことを言い出した。もし、タクシーが捕まらなかったら、あんたの家に泊めてもらおうかな。残念ながら、それからすぐにタクシーが俺たちの前に止まった。俺はなんだか離れがたくて、タクシーに乗り込もうとする鈴宮の腕を引っ張ってしまった。すると彼女は、残念だったね。また今度、と、はにかんだ笑顔でタクシーに乗り、帰っていった。それから俺と鈴宮は、車内で会えば、お互いに声を掛け合うようになった。鈴宮、お疲れ。最近は残業しなくなったな。どう？仕事慣れてきた？百瀬、お疲れ。だいぶ慣れてきたかな。でもたまに行き詰まっちゃう時あるんだよね。また今度アドバイスもらえるかな。あれ以来、俺に仕事の助言を求めてくれるようになって、俺なんかの意見でいいのかわからないが、正直なところ、好きな子に頼られて
嬉しくない男なんているだろうか。俺はにやけそうになるのを必死に我慢して、おう、またいつでも言ってよ。部外者の客観的な目線ってのも大事だしな。と、頼れる同級生を演じながらも、内心天にも昇りそうに浮かれている。そんな俺の下心を知らないであろう鈴宮は、にっこりと笑って。やっぱり、持つべきものは頼れる同級生だわ。じゃあまたね。と去っていった。そんな俺たちの様子を、観葉植物の葉っぱを吹きながら見ていた峰子さんが、俺に話しかけてくる。あの子、最初の頃と印象が全然違うわね。ここの社の他の連中と違って、いい子じゃないか。自分の好きな子のことを、峰子さんにも褒められて、なんだか嬉しくなってしまう。でしょ？すっげえいい子なんですよ。こんな俺とも分け隔てなく話してくれるんです。よっぽど顔に出ていたのだろうか。峰子さんがにやりとした笑みを浮かべて俺に告げる。あらやだ。かなりあの子にお熱みたいね。でもね、あんな美人で気立てもいいってなっちゃ、あんたがしっかりしないと、あっという間に他の男に取られちまうよ。頑張んな。と言って、気合を入れるように背中をバチーンと叩かれた。めちゃくちゃ痛い。でも、確かにしっかりしなきゃな。ある日、いつものように車内で鈴宮に会ったので、立ち話をしていると、通りかかった男性社員が、故意に俺の前にゴミを落としてきた。嫌な予感がして、そいつの顔を見ると、見るからに仕立ての良さそうなスーツを着た男が腕組みをして、日焼けした顔をにやけさせ、俺を見て一言、拾えよ。なんだこいつは。と思っていたら、鈴宮が血相を変えてそいつに向かっていった。まぶちさん、何するの？まぶち。ああ、こいつが例の社長の息子かと、合点がいく。愛理は黙ってろ。こういうのは、優しくするからつけ上がるんだよ。ほら、早く拾えって。やめてよ。ひどいじゃない。百瀬も拾うことないよ。鈴宮、いいよ。俺の仕事なんだから。俺は足元のゴミを拾った。当のまぶちは、見下すような目で俺を見ていった。お前みたいな、清掃員風情と俺たちじゃ、所詮住む世界が違うんだよ。アイリー、お前頭いいんだからさ。こんな底辺のやつと一緒にいると、お前まで頭悪くなるぞ。それに、彼氏の前で他の男のことかばってんじゃねえよ。寂しいだろうが。彼氏？俺が突きつけられた事実にショックを受けていると、鈴宮が、違うわ。私たち付き合ってなんか。と必死に反論していたが、俺はもう何を信じたらいいかわからなかった。まぶちは鼻で笑って、行くぞ愛理、そう言うと、嫌がる鈴宮の肩を無理やり抱き寄せて去っていく。俺がその場にひざまずいて、残りのゴミを拾っていると、視界に何人かのつま先が見えた。顔を上げると、俺を囲むようにして、まぶちの取り巻きたちが見下ろしていた。あの清掃員勘違いしちゃってたんじゃね？まさか、そりゃないよ。いくらなんでもおこがましくない？ほんとずうずうしい。鈴宮さんと付き合えるとでも思ってたのかな？まぶちさんってハイスペ彼氏がいるのに。いつものエリート連中がわざと俺に聞こえるように口々に話しているが、そんなことどうでもいい。眉をしかめて何度もこちらを振り返りながら連れられていく鈴宮を。ただ見ていることしかできない自分が情けなかった。そして何より、あの二人が付き合っているということがショックでならなかった。はあ、本日何度目かわからないため息をついた。ダメだ。鈴宮とまぶちのことが頭から離れない。全く仕事が手につかず、今日の分が全然進んでない。そんな俺を見かねた峰子さんが、ちょっと、ママくん大丈夫？この部屋は私がやっておくからさ。あんた向こうの応接室やってきてくんない？ね。ほら早く。行った。有無を言わさぬ力で、俺の背中をぐいぐいと押して、応接室に向かわせようとする。そして、その部屋を出ようとしたところで、俺は見てしまう。仕事中の鈴宮の横に立ち、彼女の腰を抱き、
あからさまに顔を近づけて話しかけるまぶちの姿を。俺を後ろから押していた峰子さんが突然立ち止まってしまった俺にどうしたと声をかけてきたが、俺は何も言えなかった。何も言わない俺の目線を追った峰子さんが、ごめんね。ももくんが見たくないと思って場所を変えようとしたんだけどね。と悲しそうな顔をしていた。その日の午後、俺はどんよりとした気持ちのまま掃除をしていた。俺は何を期待していたんだ。まぶちの言う通り、中卒の清掃員の俺と鈴宮では住む世界が違うんだから。いつから自分も彼女と付き合えるんじゃないかなんて勘違いをしていたんだ。俺が何度目かのため息をついていると、廊下の向こうから峰子さんが大慌てで走ってきた。ももくん、大変よ。あの子、べっぴんさん。鈴宮？そう。その鈴宮って子がピンチなの。峰子さんが言うには、峰子さんがいつものように、各所の噂話に聞き耳を立てながら、会議室前の廊下で掃除をしていたところ、会議室の中がにわかに騒がしくなってきた。そのうち、激しい口論のような声まで飛び交い、これは何か面白いことが起こりそうな予感とばかりに、ドアの前で中の様子を伺っていると、なんと中から鈴宮の声が聞こえてきた。どうやら重大なミスが見つかり、その件で叱責されているような感じだったので、思わず俺を呼びに来たということだった。俺は峰子さんに鈴宮のピンチを教えてくれたことに礼を言って、急いで会議室に向かった。会議室の前に来たのはいいものの、俺はこの会社の人間ではない。いわば部外者だということに気がついた。いきなり部外者が乱入していっては、不審者扱いされて、つまみ出されて終わりだ。それではあまりにスマートではないな、と、とりあえず介入できる機会を伺うことにする。会議室のドアの前で中の会話を盗み聞きしていると、まぶちのミスを鈴宮になすりつけているようだ。俺は悪くないからな。俺は過去10年間のデータで計算しろって言ったよな。そんな、私は昨年のデータの集計でいいって言われました。10年なんて聞いてません。ほら、ここにまぶちさんから指示されたメールがあります。鈴宮がそう言うも、後で俺が指示したじゃないか。これだから、君はダメなんだ。あんな無能な清掃員と仲良くして頭悪くなったんじゃないか。そう言いくるめられてしまい、周りから失笑が起こる。まぶちはそのまま、大変失礼いたしました。うちの使えない部下のせいで、計算は今別の者にやらせますので、次の提案に移りますね。と会議を続けようとしたので、俺はいても立ってもいられず、会議室のドアを開けた。突然、部外者である清掃員が入ってきたことに、その場は一旦静まり返ったが、ただ掃除に来たと思われたのか。今立て込んでるから、掃除は後にしてくれよ、清掃員さん、と言われてしまう。計算なら自分がやります。会議室にいるエリート社員や取引先の人間に向かって声をかけると、全員がポカンと口を開けて俺を見た後、部外者は出て行け。なんだこいつ、つまみ出せ。会議中だぞ。勝手に入ってくるな。おい、守衛室に連絡しろ。怒鳴る者、嘲笑する者。取引先の人間は意味がわからないといった様子で、皆一様の態度を示した。まぶちは心底馬鹿にした表情を浮かべながら、お前なんかの出る幕じゃないんだよ。さっさと出て行ってくれ。お帰りはあちらですよ、清掃員さん。と、ドアを顎で刺す。まぶちの取り巻きであるエリート集団の奴らは、そんなまぶちの言動にどっと笑い声を上げ、さっさと掃除してきてください。ここ、君のせいでお茶こぼしちゃったから拭いてくれる？と、俺をからかっている。そんな奴らを無視して、鈴宮が俺の前に書類を持ってやってきた。そして、俺に書類を渡し、軽く説明を加えていく。彼女は、俺の言った数字を書き留め、先ほどの数字を訂正したものが、こちらになります。と、プロジェクターで修正したものを写した。すると、それにまぶちが異を唱えた。はぁ？ふざけんなよ。何適当なこと言ってんだ。とんだデタラメだ。こんなの。
でたらめなんかじゃないです。ちゃんと計算して出しました。こんな短時間に計算できるはずないだろう。できちゃうんですよ。彼を誰だと思ってんですか？彼は国立大学主催の数学大会で優勝したこともある実力者なのよ。私たち凡人とは頭の出来が違うのよ。私も高校時代、彼に成績で一度も勝てたことがないんだから。と、なぜか得意げに俺について語っているのを聞きながら、俺は過去を思い出していた。俺は子供の頃からとにかく頭がいい子だった。テストを受けたら IQ が180あるとのことで、小学校の頃は神童と呼ばれていた。どの教科もすべてパーフェクトだったが、特に得意だったのが数学だ。保育園の頃には難関高校の受験の問題も解けたと母親に聞いたことがある。高校進学の際、俺の家は母一人、子一人の母子家庭だったので、あまり裕福ではないこともあり、県内有数の公立校へ推薦で行くつもりでいた。ところが、数学の大会で賞を取ることを前提に、名門と呼ばれる私立高校に学費免除推薦で入学することになった。俺は学校側の期待通り、数学大会で優勝した。でも、優勝したことにより、学校の OB や地元の名士、全く知らない大人に囲まれての優勝祝賀会、生い立ちを根掘り葉掘り探られる取材に心底うんざりしていた。百瀬くんは、お母さんが女で一つで育ててくれたんだよね。はい、そうです。お父さんはずっといないの？父はいません。会ったことはある？お父さんの記憶は？それって、何のために必要なんですか？父親の存在はこの章には関係ないですよね。毎回のように、父親について、母がなぜシングルマザーなのか、父親の不倫の末の離婚についてまで知られていたことには、記者に対して憎悪を感じた。極めつけは、数学の勉強が楽しいから、毎日でも数式に向き合っていたいのに、取材や懇親会などの予定を学校側が勝手に入れてしまい、大好きな数学をする時間がなくなっていった。俺はそれをすごくストレスに感じ、学校が指定してきた予定を勝手にキャンセルしたり、拒否をしだした。ある日、学長室に呼ばれた。また何かの取材かといやいや行くと、学長からこう告げられた。君をこの学校に入れたのは、数学の天才がいると世間に知らしめるためというのは分かっているね。ええ、まあ。君が我が校にいる意義は、うちの高校を国内有数の数学名門校として広めるためなんだよ。いわば、君は本校の広告塔だ。そんなこと言われても、数学大会に優勝すればいいっていう条件だったじゃないですか。何を言ってる。優勝したら終わりじゃないんだよ。最近の君と来たら、取材を勝手に断ったり、懇親会も断っているそうじゃないか。だってそれは、人んちのプライバシーに踏み込んだ取材はやめてくれって。もう結構。こんなことなら、もう学費の免除はなしにさせてもらうからな。今まで通りこの学校に通うのなら、他の生徒と同じように学費を払ってもらうぞ。それは困ります。うちにはそんなお金。もともと、うちは裕福じゃなかったから、私立高校の学費なんて払えるわけもなく、結局、通えなくなって中退した。何もやる気が起こらなくなってしまった俺は、そのまま、どこの高校にも行かずに、バイトばかりしていたから、俺は中卒だ。会議室では、すぐさま PC で計算が行われ、合ってます、と、驚いた声が上がった。なるほどな。ここにいる清掃員の方の計算が、正しかったようだね。取引先は、大きなため息をつきながら言った。馬淵は怒りながら、だったらなんだって言うんだ？計算が早くできたからって、お前がやったことはただの業務妨害だからな。覚えてろよ、このクズが。と、怒鳴り散らした。俺はきっと彼を見据えて言った。はい、わかっています。俺は計算自慢をするためにここにいるのではありません。俺がここにいるのは、理不尽に怒られている彼女が不憫でならなかったからです。上司とは部下を守るものではないんですか？それなのに、
部下を責め立てることをして保身する。その姿がどうかと思いまして、失礼ながら声を上げさせてもらいました。確かに、私は1階の清掃員です。でも、自分の仕事に誇りを持って仕事をしています。ここにいる皆さんもそうでしょ？それなのに、その誇りを自分の上司に踏みにじられることほど屈辱的なことはありません。俺は過去の自分を重ねていた。上からの身勝手な圧力で将来を踏みにじられる悔しさ。拳に力がこもる。沈黙を打ち破ったのは取引先だった。いやはや、彼の言う通りですな、馬淵さん。申し訳ないけど、また次回ということで。そう取引先は言うと、立ち上がり、会議はお開きとなった。ざわつく会議室。馬淵は取引先にひたすら頭を下げている。俺はその様子をぼんやり眺めていたが、鈴宮が俺の手を取り、百瀬、ありがとね。かっこよかったよ。と言ってくれた。そう言われて、俺の顔が真っ赤になったところで、突然別の人物から手を握られ、ぎょっとした。いやー、君すごいな。さっきの計算を見てただものじゃないな、とは思ったんだ。数学大会優勝者って生で見るの初めてだよ。本当に頭がいいんだね。興奮気味の中年男性に突然握手されびっくりしたが、彼が先ほどまで神妙な顔をしていた取引先の一人だということに気づいた。俺は照れくさかったが、彼からの希望でスマホでの写真撮影にも応じた。何だったんだ。どっと疲れが出た俺に、鈴宮は頬をあからめて、今回のお礼がしたいんだけど、今夜空いてる？と誘ってきた。その夜、俺は鈴宮に連れられ、夜景が綺麗でやたらとおしゃれなバーにやってきていた。場違い感が半端ない俺は、どぎまぎして彼女に笑われた。窓際の二人掛けソファー席に案内され、初めて見るまばゆいばかりの夜景に夢中な俺をニコニコと笑って見つめる鈴宮がすごく綺麗で、俺はここでもドキドキしてしまった。せっかくこんな素敵な空間なんだから、と、おしゃれなバーにふさわしいカクテルを彼女に選んでもらう。俺にはマティーニ、彼女はマンハッタンをオーダーした。眼下に広がる夜景を楽しみながら、美味しいカクテルをちびちび飲んでいると、鈴宮が話し始めた。私ね、百瀬のことが嫌いだったの。え？彼女はいたずらっ子のようにふふんと笑うと、遠い目をしながら続けた。鈴宮の家はいわゆる名家で、彼女も成績優秀、貧困法制なお嬢様として育てられた。年の離れた兄と姉がおり、二人とも優秀な成績で大学を出て、兄は上場企業、姉は外資系の会社で駐在員として働いているという。できて当然という家族の中で、常にいい成績を取らなければならないというプレッシャーがあった。自分は必死に勉強して、上位の成績を保っていられるというのに、何の苦労もせず勉強ができて、特待生でいられる俺が羨ましくもあり、憎くもあったそうだ。ある日、俺のことを嫌いになる決定的なことが起こったらしい。その日彼女は数学の授業で出された課題が時間内に終わらず、放課後の教室に一人居残って問題を解いていた。そこに俺が教えてあげようかと人を見下したような態度で声をかけてきたので、腹が立って無視してしまったとのことだった。あれ？この光景どこかで、俺が思い切って話しかけたら無視された時の？そうだったの？俺、そんな偉そうな態度だった？でもその後、少ししたら俺が学校を退学してしまったので、彼女は気づいた。人には見えないところで抱えてる傷があるんだと。そして、ゆっくりと思い出すようにこう続けた。百瀬には百瀬の痛みがあったのに、私ったら表面上しか見てなくって、いなくなってからずっとあんたに憧れてたんだって気づいたんだけど、もうそれっきり会うことがなかったから。俺は彼女からの思いがけない数年越しの告白を聞いて、正直に自分の気持ちを打ち明けた。俺もひたむきに努力している鈴宮が好きだったんだ。あの頃も、もちろん今も。
鈴宮は目を見開いて、俺を見つめ、しどろもどろと話し出す。私は、あんたのことなんて、これっぽっちも好きじゃないんだから。あんたなんてね、人よりちょっと数学ができて、頭がいいってだけじゃない。それによ、無駄に背が高いのよ。何食べたらそんなに背が伸びるのよ。顔だって、ちょっと整ってるからって、調子乗ってんじゃないわよ。最近女子社員にチヤホヤされて、鼻の下伸ばして、いい気になってんじゃないわよ。あんたのそういうところが嫌い。誰にでも優しくしてんじゃないわよ。あんたは、私の同級生なんだから、他の人と仲良く喋ってないで、私とだけにしなさいよ。あんたなんか嫌いよ。嫌いなんだから。途中から涙目になりながら、必死に俺のことをいかに嫌いかを並べ立てる。ああ、やばいな、これは。めちゃくちゃ可愛い。思わず言ってしまった。ねえ、俺のことをすごく好きって聞こえるんだけど、違う？彼女はみるみる顔を赤くして、とうとうその綺麗な瞳から、キラキラとした涙をこぼし、こらえきれなくなったのか、めちゃくちゃ好き。涙声で盛大な告白をしてくれた。あの後、結局取引は白紙になった。馬淵はその責任を取り、地方へと左遷が決まった。馬淵は父に泣いてすがったそうだが、ここまでバカ息子だったとは、と社長に呆れられたそうだ。俺は会議中に乱入した県の責任を取って、ビル清掃の会社を退職することになった。俺を息子のように可愛がってくれていた峰子さんとの別れはとても寂しい。峰子さん、今まで本当にありがとうございました。何から何までお世話になりました。目に涙を浮かべた峰子さんは、俺の肩を力いっぱいバシバシと叩き、いつでも戻っておいで。でもそうね。あんたはもうここには戻ってきちゃいけないよ。え？あんたは、こんなとこで終わる男じゃないよ。もっと自分の才能を活かせる世界で頑張んな。と言ってくれた。峰子さんの涙につられて、俺も目の奥がツンとしたが、顔を両手で叩いて気合を入れる。よし、さあ行くか。清掃の仕事をクビになっちゃって、どうするかって？実はあの時、会議室にいた相手の取引先が、かなり大きな企業だったらしく、俺の才能を必要としてくれ、学歴なんて関係ないから、うちに来てほしいと熱心に誘ってくれた。いわゆるヘッドハンティングだ。そして、鈴宮も馬淵と働くことが苦痛なのと、このままでは会社の将来性が見込めないと見切りをつけ、俺と同じ会社に転職してきた。俺と鈴宮は仕事ではライバルとして、プライベートではパートナーとして転職先の業績を順調に伸ばし、事業の拡大も果たしている。あのさ、鈴宮はこれからのことってどう考えてる？何それ？これからって、夕ご飯何食べるとか？いや、そうじゃなくて、俺たちの今後と言いますか。私たちの？そういう。へえ、そんなこと考えるようになったんですね、百瀬くんも。俺としては、そろそろ彼女との結婚も視野に入れたいところだが、彼女はどう思っているのか、皆目見当がつかない。こればっかりは、数式では解けないので、人生経験豊富な峰子さんに良きアドバイスをもらおうかと思っている。ぜひとも、あのバカ力で、鈴宮のこととなると、からっきしな俺の背中を押してもらいたいものだ。これで、俺の話は終わりだ。わけあって中卒になってしまい、ほとんど人生を諦めて過ごしていたけれど、鈴宮との再会で、俺の人生の歯車はまた回り始めた。学歴がないことで、世間から冷遇されていたけれど、才能と実力さえあれば、認められることが証明できた。この先、どんな困難があるかは予測できないが、信頼できる人生のパートナーと一緒に乗り越えていく。あのな、お前の代わりはいくらでもいるんだ。ケチをつけるようなら、契約を切ってやるよ。農家の俺に対して、値段が高いと散々文句を言うスーパーの担当者。彼が来る前からこの値段でやってきたし、お客さんも満足している。
彼は利益のためだけに値切りをしているのだ。でも、うちはこれが精一杯なんです。これ以上は下げられません。こっちだって経費の高騰を考えると、これ以上は譲れなかった。すると、担当者は声を荒げて言った。うるせえ！農家風情がいい気になりやがって。お前らは俺のさじ加減一つでどうにでもなるんだ。俺の言うことさえ聞いて黙って野菜持ってくればいいんだよ。この薄汚い百姓野郎め。お前とは契約解除だ。そう言って俺の野菜を投げつけてきた。一方的にあんまりじゃないか。俺は投げつけられた野菜を見た。丹精込めて作った野菜をこんな風にするなんて許せない。俺は怒りを抑えながらその場を後にする。そして俺と俺の作物を存在に扱った男は、そのことをきっかけに失落の一途をたどるのだった。俺の名前は山田周作。小松菜をメインとした農場を父から引き継ぎ、農場主として生計を立てている。卸先は様々だが、車で1時間ほど離れた住宅街にある大きなスーパーへは、俺自ら直売所へ卸している。その日も大量の小松菜を並べていると、お客さんの一人に声をかけられた。にこやかな笑顔が特徴のおばあさんだ。あなたが山田さんね。小松菜を作っていらっしゃる。はい。あなたの小松菜、とっても美味しいわ。私、いつもたくさん買わせてもらってるの。主人も小松菜が好物になっちゃってね。そうなんですか。ありがとうございます。お礼を言うのはこっちよ。美味しい小松菜をありがとう。そう言って、お客さんは買い物かごに小松菜を3束入れて去っていった。時々、スーパーの店員との会話でも耳にするが、俺の育てた小松菜はスーパーの目玉商品らしい。野菜の価格高騰が懸念されるにもかかわらず、飛ぶように売れるのだとか。本来、小松菜の旬は秋から冬だが、夏でも旬のようにみずみずしい状態であることから人気らしい。年中旬のような小松菜を供給できるよう、父の代から創意工夫を行っていた成果が実を結んだのだ。もともとは、うちの売り上げの半分以上を占める取引先であるスーパーの社長が、夏も味を落とさず、うちの小松菜が食べたいと父に言ったことが始まりだった。そのスーパーが今俺が立っているこの店だ。当時の社長も父も今は引退している。だから俺は彼らの思いを引き継いで栽培を続けている。ただ育てるだけならば比較的簡単な野菜だ。しかし年中同じ品質を保つことは難しい。特に夏場は気を使うことが多く大変な作業だ。暑さに負けないよう、小松菜畑は影を作って風通しが良いように工夫している。旬の時よりも一手間二手間もかかり、正直コストも時間もかかるが、今日のように喜んでくれるお客さんの顔を見られると、その苦労はどこかに吹き飛んでしまうのだ。しかし、それから数日後、困ったことが起きた。スーパーの青果担当者が変わったかと思うと、小松菜の値段が高いと文句を言ってきていたのだ。以前の担当者は理解のある人で、多少値段が張っても需要があるのだから問題ないと言ってくれていたのだが。山田さん、もっと安くなりませんかね？木野と書かれた名札をぶら下げている新しい青果担当者は、小松菜のプライスカードを指さしながら言う。これじゃあ、他のスーパーにお客さん取られちゃいますよ。あそこの野菜は高いって。お気持ちはわかりますが、旬ではない時期に育てる場合、経費も手間も倍以上なんです。
これでも安くしているんですけれども。だからって200円はちょっとね。他の野菜のイメージダウンにもなるっていうか。イメージダウンと言われ少しムッとする。それ相応の値段をつけることのどこがイメージダウンなのだろうか。少々高くともうまく売る方法を模索するのが彼の仕事じゃないのだろうか。というか、この値段でもお客さんは理解して買ってくれているのに。とは思っても今後の関係のために本音は言わない。俺は丁重に断り、渋る木野さんから逃げるようにしてスーパーを出た。後日、珍しくスーパーから電話がかかってきた。相手は木野さんだ。山田さん、明日、うちで直売祭をするんです。打ち合わせのために、今から来てくれます？明日？今からって。この辺りのスーパーでは珍しくない催しだ。当然、段取りや場所のセッティングなど、あらかじめ準備は必要だが、さすがに直前に言われても、こっちにも都合がある。今はちょうど田植えの時期。早く植えてしまわないと収穫が遅くなってしまう。すみません、ちょっと手が離せなくて。いつも連絡は1週間以上前に連絡が来ていたのに、急遽決まったのだろうか。直接お客さんに会える良い機会だからぜひ参加したいが、こっちは自然相手に仕事してるんだ。断ると、木野さんの口調が突然強くなった。はぁ？じゃあいいよ。せっかくあんたのとこのバカ高い野菜を PR するチャンスをやろうと思ったのにさ、何様なわけ？別にこっちは小松菜抜きでも何の板でもないし、せっかく言ってやったのに、この恩知らずが。ぷつっと一方的に通話が切られる。俺はしばらく呆然と佇んでいた。何か失礼なことを言ったのだろうか。それにしても、彼は生産者を何だと思っているのだろうか。少なくともビジネスパートナーだと思ってはいないことはわかる。しかし、先代の社長と父の顔を思い浮かべ、ぐっとこらえた。数日後、小松菜を乗せたトラックをスーパーの駐車場に停める。木野さんに会わずに済んだらいいな、と気まずさを感じながら、店長に挨拶をして野菜売り場に向かうと、いつもの場所に小松菜がなかった。レイアウトを変えたのだろうか。そんな話は聞いていないが、と思いながら小松菜の棚を探す。そして愕然とした。俺の小松菜が野菜コーナーの隅でぐちゃぐちゃに積まれていたのだ。下の方の小松菜はもはや売り物にならない。明らかに狭いスペースに押し込まれたことが一目でわかるありさまに、俺は怒りよりも悲しさで心が締め付けられた。ああ、山田さん来てたんですね。木野さんがいつの間にか俺の隣で小松菜を見ている。山田さんのところの小松菜、ちょっと場所を変えたんですよ。うちの商売に非協力的な農家さんの売り物を大々的に売り出すわけにはいきませんからね。先日の直売祭のことを根に持っているのだろうか。あの後別の農家に聞いてみると、直売祭の連絡は1週間以上も前に来ていたらしい。俺の知る限りで当日に打ち合わせの連絡が来たのは俺だけだ。そこまで俺のことが気に食わないのだろうか。だからって俺が丹精込めて作った小松菜を存在に扱うのは違うのではないか。傷んだ小松菜なら安く売ってもいいですよね。そんなことを言いながら木野さんは去っていく。傷んだ小松菜を売っていいはずがない。それこそ傷んだ小松菜を売り続けていればうちのイメージダウンになってしまう。俺はまだ品質が落ちていない上の方の小松菜はそのままに、
唇を噛み締めながらダメになってしまった小松菜を段ボールに引き上げる。悔しい。ここまでの嫌がらせをされて黙ってなんかいたくない。でも、俺がスーパーとの契約を切ったら、父も先代の店長も悲しむ。一体どうすれば。小松菜を引き上げ終えると、お客さんに話しかけられた。ショートカットの艶やかな髪に、目元がすっきりとした美人だ。一瞬たじろいでしまう。ここの小松菜の農家さんですか？はい、そうです。私、あなたの小松菜が大好きで、お会いできて嬉しいです。木野さんからの仕打ちの後に、そんなことを言ってくれる彼女が、俺には天使に見えた。ありがとうございます。こちらこそ、美味しい小松菜をありがとうございます。いつ食べても旬みたいで、もうあなたの小松菜以外買えないの。これからも頑張ってください。頭を下げ、女性は小松菜をカゴに入れていった。別の意味で、俺は泣きそうになった。その日から、俺の小松菜は売れ残るようになっていった。これまでは、おろしに来るたびに完売していた様子を見ていたのに、売り場を追いやられて以降、しなびた小松菜を回収することがほとんどだ。理由は、売り場と、木野さんが別の業者と契約した小松菜を仕入れ、安く、しかも大きな売り場で売っているのだ。あまりの扱いに、俺は我慢ならず、同じ小松菜なんだから隣に置いてほしいと願い出た。しかし、木野さんは、鬱陶しそうな視線を俺に向けて言い放った。俺としては別にお前の小松菜じゃなくてもいいんだよ。お前の代わりはいくらでもいるんだ。店長たちの行為でお前んとこの高い商品をまだ置いてやってたのに、ケチをつけるようなら契約を切ってやるよ。木野さんはそう言って、店長印を押した契約解除通知書を俺に突きつけた。いやおうなしに受け取らせると、その小松菜片付けとけよ。と吐き捨ててどこかへ行ってしまった。俺は契約解除通知書としなびた小松菜、そして今日入荷のために持ってきていた小松菜を乗せたトラックで帰る。偶然玄関にいた父が顔色が悪いと心配してくれたので、俺はここ数ヶ月の状況について話してしまった。父が引き継いでくれた小松菜がこんなことになっているなんて、どうしても伝えたくなかった。しかし、俺ももう限界だったのだ。一通り話し終えた俺の背を軽く叩き、父は言った。それでいい。お前は一生懸命やっている。認めようとしない相手には何を言っても無駄だ。それに、最近のお前は辛そうで見ていられなかった。小松菜も元気なお前に育てて欲しがっているよ。そうして俺はスーパーへ小松菜をおろしに行くことはなくなった。そして3ヶ月後、久々にあのスーパーから電話がかかってきた。相手はまたしても木野さんだった。開口一番、木野さんは焦ったように話し始める。頼む、戻ってきてくれ。小松菜の値段は今までの通りでいいから。どうしたんですか？聞くと、俺の代わりに仕入れ先にしていた農家が塩害にあったらしい。少なくとも3ヶ月は生産できない状態になったとのことで、急遽仕入れ先を探すよりも俺を当てにした方が早いと思ったそうだ。謝罪もなしで相変わらず人に対する敬意が見られない。俺はスーパーに囚われる必要がなくなったのだ。もうあんなひどい野菜たちを見たくない。取引を一方的に切ったのはそっちでしょ？虫が良すぎません？元の仕入れ先が通常営業になるまででいいんだ。だから。
その条件で譲歩するとでも思ったのなら驚きだ。本当に農家を何だと思っているのか。それって相変わらずこちらを馬鹿にしていますよね。また用なしになるということじゃないですか。じゃあ、またコーナーを確保するから。そんな言い方で納得できるはずもない。本当に都合がいいですよね。それに、今うちは新たな卸先があって、そっちに回す在庫なんてありませんよ。なんだと？そんな小松菜を買ってくれるところなんて、さすがに失言だと気づいたのか、口ごもる木野さんにため息が漏れる。現在、うちの小松菜のメインとなる取引先は、スーパーでなく、食品メーカーだ。実は、スーパーから取引を打ち切られた後、とある人から連絡が来た。俺の小松菜を好いてくれ、スーパーで話しかけてくれたあの女性だ。彼女は食品メーカーで働いているらしく、現在野菜を使った健康志向のお菓子を開発中なんだという。試作品段階で彼女が企画した小松菜を使ったパウンドケーキが見た目も味も良く、めでたいことに製品化が通ったのだそうだ。そして小松菜を大量に仕入れる必要があり、彼女は真っ先にお礼連絡をくれたのだ。あの時話しかけてくれたのは多少なりとも俺の人柄を見る目的もあったらしい。俺の小松菜なら年間を通じて高品質で手に入れられるため、試作品よりももっと美味しくなると信じて契約を結んでくれた。結果、そのパウンドケーキはヒットし、たくさんのスーパーやデパートの食品売り場で売られ、生産が追いつかないほどだそうだ。そのため、俺も小松菜の生産を増やす必要があり、今まで使っていなかった農地を借りたりして、以前の10倍ほどの小松菜を作り、買ってもらうことができている。と、状況をかいつまんで説明すると、木野さんはふざけんなと怒っていた。食品メーカーに大量に仕入れるなら、うちのスーパーに流す余裕もあるだろうが。そんなことを言われ、はいそうですねとなるはずがないのに、相当切羽詰まっているのだろうか。品切れは、客の店離れにつながるのだから。だが、俺には関係のない話だ。ですね、そもそもあなたのところに売るのが嫌なんです。俺はこれまで我慢していた言葉を少しだけ吐き出した。野菜を何だと思っているんですか？ただの商品、金儲けの道具。少なくとも俺にとっては生き物なんです。農家は自然に左右される生き物を扱っているんです。気候や土の状態ですぐに調子が悪くなる生き物と、長年の経験を頼りに真剣に向き合っているんです。今そちらが取引されている農家さんのように、毎回確実に育ってくれる保証なんてないんですよ。だからこそ、取引先との信頼も大切なんです。生産側と販売側で、互いに尊敬し合うべきです。調子のいい時だけいい顔して、悪くなったら切り捨てる。あなたのように困った時だけ助けてほしいなんて、そんな虫がいい人を尊敬も信頼もできません。そういうことですから、お引き取り願います。俺は言うだけ言うと、今回はこっちから電話を切ってやった。振り返ると、いつの間にか父が立っていて、立派になったなぁ、と嬉しそうに笑ってくれていた。それから数日後、もうすぐ夏の暑さが到来する時期に、俺は太陽が昇る前の薄暗い時から畑に出ていた。気温が上がる前に育った小松菜を収穫しようと思っていたのだ。畑へ向かうと何かがいたので身構える。暗くてよく見えないが、あの大きさはイノシシか。いや違う。
人間だ。俺は不審に思って懐中電灯で照らす。すると畑の隅で泥だらけになっている人間の姿がくっきりと見えた。それは俺の知る人だ。木野さん？やば。木野さんらしき人物は俺の存在に気づくと、慌てて畑から出ようとして土に足を取られたのか派手に転んだ。周囲にばらまかれたのは小松菜だ。何をしていたのかは一目瞭然だが、念のため尋ねてみる。木野さん、俺の畑で一体何をしているんですか？それは、木野さんが何をしていたのかなんて一目瞭然だった。木野さんの後ろには小松菜を入れたカゴが5カゴもあった。そう、彼は小松菜を盗んでいたんだ。木野さん、あなた自分が何をやっているのか分かっているんですか？うるさい。お前がうちに協力してくれないからこういうことになるんだよ。そんな、あなたのしていることは犯罪ですよ。犯罪？うちのスーパーが大変なんだ。少しぐらい分けてくれてもいいじゃないか。うちがどうなってもいいっていうのか？この白状者め。白状者？そっくりそのままその言葉返しますよ。うるさい。農家風情がいい気になりやがって。お前らは俺のさじ加減一つでどうにでもなるんだ。俺の言うことさえ聞いて黙って野菜持ってくればいいんだよ。この薄汚い百姓野郎め。すると、木野さんは目をそらすと、俺を突き飛ばし駆け出した。ちょっと、待て。俺が木野さんを掴もうとすると、木野さんは何かにつまずいてその場に倒れ込んだ。よく見ると、木野さんは複数人に取り囲まれている。なんなんだこいつらは。ただの小松菜畑。しかも夜明け前に大人が5、6人も立っている。なかなか理解が難しいだろう。しかし、彼らの一人が持つ大きなカメラで、木野さんはようやく状況を把握したらしい。テレビ？そう、彼らは取材のために早朝から俺の畑に来てくれたテレビ局のスタッフさんだ。例の小松菜パウンドケーキの大ヒットはバラエティ番組でもたびたび紹介されるようになっていた。そこでメーカーにヒットの裏側を調査するという企画が立ち上がり、その中で原材料である小松菜の収穫も取材することになったそうだ。そして今日がその収録の日というわけだ。木野さん、観念してください。お前がうちにおろさないのが悪いんだろうが、これまで世話を焼いてやっていたのに、恩知らずがよく言うぜ。だから一方的に切ったのはそっちでしょ？それに言い訳をしても無駄ですよ。俺はカメラマンが持つ大きなカメラを指さす。カメラマンが満面の笑みで言う。いやー、いい絵が撮れましたよ。一部始終バッチリ撮ってますんで。さすがに観念したのか、うなだれる木野さん。俺は警察を呼んだ。後日、作物の窃盗罪で逮捕された木野さんが、ワイドショーに映し出されていたのだが、犯行現場の映像がすべて記録されている、少々特殊な報道のされ方をした。テレビスタッフの取材中に偶然起きた事件であることも、世間の関心を集めているらしい。そして彼の逮捕とともに、これまでの悪事もいろいろ露呈した。どうやら嫌がらせを受けていた農家は俺だけではなく、値段を引き下げなければ契約を切ったり、悪評をばらまかれたところもあるそうだ。俺が突きつけられた契約解除通知書の店長員も、彼が勝手に金庫からハンコを出して押したらしい。窃盗と逮捕、そして農家への横柄な態度により、
当然スーパーは懲戒解雇となった。彼には人との接し方や食べ物のありがたみを一から学んでほしい。テレビで報道されたため、再就職は難しくなるだろうが。俺の本は以前にも増して大盛況だ。テレビの取材の効果もあり、パウンドケーキだけではなく、クッキーも新商品として取り扱うことになったらしい。そのため、小松菜を作っても足りないほどだ。加えて、別のスーパーから契約の依頼も殺到した。ぜひ、山田さんの小松菜をうちにおろしてほしいと連絡が絶えない。テレビの力ってすごいですね。俺は食品メーカーの工場で小松菜の段ボールを積み下ろしながら言った。受取人は俺の救世主である例の女性。名前を大川さんという。もちろん大川さんのところのお菓子があってこそですが。何言ってるんですか。山田さんが愛情込めて育てた小松菜のおかげですよ。大川さんは人目を引く笑顔で小松菜を眺めている。私があの企画を立ち上げたのも、そもそも山田さんの小松菜が美味しかったからなんです。家で食べるだけじゃなくて、もっと多くの人に知ってもらいたいって。それに、そこまで言うと、大川さんは口ごもる。それに、どうしたんですか？山田さんのお顔は何度か拝見していたんです。買い物に来ていた時に見かけていて、実は何度も声をかけようとしていたんですけど、勇気が出なくて。勇気ですか？生産者に声をかけるのに意を決する必要があるのだろうか。なんて考えていたが、大川さんの赤い顔を見て、どうやら意味が違うのだと察する。この企画が通ってチャンスだなって思ったんです。山田さんと関わりが持てる口実ができたって。俺に対してそんな風に思うなんて、大川さんって変わってますね。そうでしょうか。野菜と向き合っている山田さんってとても魅力的ですよ。そんな会話をして以降、大川さんとはプライベートの付き合いが増えた。たまに小松菜や他の農作物の育て方について熱心に聞いてくる。教えると、私にもできるかなと楽しそうにつぶやいていた。いつか二人で農業ができたらこんなに楽しいことはないだろう。こんな日々を得られたことにきっかけなんてないが、自分の仕事に誇りを持ち、人や自然への尊敬の気持ちを常に持ち続けていたことが良かったのかもしれない。もちろんこれからもそうするつもりだ。利益だけを追求している人間には人からも自然からも見向きをされないだろう。常に他者へ誠意を持ち続けられるように、これからも自然とまっすぐ向き合っていきたい。